こんにちは、なぎです。今回はですね、絵を描き始めてから今現在までの絵を振り返ってみたいと思います。10年くらい前から絵を描き始めて、いいことも悪いこともいろいろありました。一時期絵ですごく悩んで病んでしまった時期もありました。この10年の絵の変化と苦しかった時期からどう立ち直っていったかを絵を振り返りながらお話しできればと思います。今絵で悩んでいたり何か挫折した経験がある人にとってはもしかしたら何かヒントになるお話があるかもしれません。編集もすごく頑張ったのでぜひ最後まで見てください。それではどうぞ。まずこちらが2013年に本格的に絵を描き始めた時の自画像です。最初なのでこんなもんかなと思うんですけど、この時はこれで結構うまく描けてると思ってたんですよね私はこの時30歳手前でした。かなり遅いスタートでしたね。小さい頃から絵が好きで好きな漫画の絵を時々描いたりしてたんですけど、絵描きになりたいなという憧れはずっとありました。30歳を前に自分の本当に好きなことをやろうと決心して時間を確保するために会社を辞めて絵を描き始めました。今思えば会社を辞めなくてもよかったんじゃないかなとも思うんですが、時間とか体力の問題もあるし気持ち的にも一つのことに集中したかったんですね。無謀だったなとは思うんですけど、それぐらい本気でした。絵を始めたぞっていう喜びと絵描きになれるかなっていうドキドキと不安と楽しみが混ざったそんな始まりでした。次は2014年の絵を見てみましょう。ちょっとマシになりましたねこの時私はイラストレーターになりたくて当時好きだった人の作風を真似していました。初心者が早く上達するコツはやはり上手い人の真似をするのが早いです。イラストレーターになりたいと思ったのは私の絵でたくさんの人に喜んでもらいたいと思ったからでした。そのきっかけになった出来事があるんですけど、当時私の親友が結婚して妊娠していました。彼女も私も当然喜んでいたんですけど、初めての妊娠だったのですごく怖がっていたんですよね、彼女が。それでその子の誕生日に私が彼女と生まれてくる赤ちゃんのイラストを描いてプレゼントしたんですね。当時の絵なのであんまり上手ではなかったんですけど、下手なりに一生懸命描きました。そしたらすごく感動して喜んでくれて、その絵を母子手帳にずっと挟んで出産の時もお守りとして持ってくれていたそうなんですね。なんかもう逆に私が感動してしまって泣けましたね、それを聞いた時は。それが私が絵描きを目指した原点でしたね。この時期は絵を描く難しさを感じつつも上達することを楽しみながら描いていました。ここから2015年です。こんな感じで人物の顔をはっきり描くようになりました。初心者が早く上達するもう一つのコツはあまりいろいろなものを描こうとせず得意なものを作るということです。私は顔を描くのが好きだったので顔ばかり描いていました。体が描けなかったので体のデッサンの狂いはね多少あるんですけど、顔は可愛く描けていたんじゃないかなと思います。この年大きな転機がありまして、
とある美術のコンペで入選しました。この顔だけシリーズだったんですけど、よく顔だけでいけたなと自分でも思いましたね。こんな作品でした。そして展覧会で知り合った画商さんの紹介で、なんと個展をすることになります。この時はもうすごく嬉しかったですね。まさかこんなに早く画家になる夢が叶うとは思いませんでした。トントン拍子に物事が進んでたし、個展が決まって展示会でいろんな人に絵を見てもらえて、本当に順風満帆という感じでした。自分の可能性をすごく信じていたし、これから頑張っていくぞという希望にあふれていました。ということで、2016年初個展をします。渋谷西部のギャラリースペースで開催しました。その時の絵がこんな感じでした。この年、アクリルから油絵で描くようになりました。お人形さんのような可愛い感じを目指していましたね。この後もグループ展などがありがたいことに続いていたんですが、この時期からだんだんと自分の画力に悩むようになります。私はまだ絵を始めて 2,3 年くらいだったんですけど、周りの作家さんはもう美大を出てから5年10年と書いててみたいな、そういう方たちが多かったので、当然画力も格差がすごかったし、売れる売れないなども展示を始めてから気になるようになりました。以前は絵を描くことは自分だけの世界の楽しみだったので、自分の中での成長を喜ぶことができていて楽しかったんですけど、それが作家活動を始めたことで人と比べるようになって焦りが出てきました。ただ、こういう環境で展示できること自体とても幸せなことだったので、周りの方々のようにもっと上手になってもっといい絵を見てもらいたいという前向きな気持ちで頑張っていました。この年は作風を模索していたので作品は少なめです。可愛い女の子の絵だけではなく、いろんな表現がしたいと思っていました。今見返すと、この時期はこの時期でいい作品だったと思うのですが、当時はまあ絵の描き方が全然わからないと感じていました。いろいろな技法書を勉強したり、絵の先生のところに通ったりもしたんですが、結局何をどうすれば絵が上手くなるのか、描きたい表現ができるようになるのか、全く分かりませんでした。この時の私は描けば描くほどうまくいかないように感じることが多くて、絵を描くことが楽しいというより難しいな、わからないなという気持ちが強くなり、だんだんと自信をなくしていきます。そんな中でも展示を見に来てくれたり、絵を買ってくださる方々がいたので、それはとてもありがたいことでした。ただ、自分よりも自信があって実力もあって頑張っている作家さんが大勢いる中で、こんなにも自信のない自分が展示をさせてもらっていいのだろうかという罪悪感を感じるようになっていきます。そう感じること自体がとても贅沢で失礼なことなのですが、私は当時とても弱くて、絵を描き続けるための自信を自分の中でうまく育てることができませんでした。商業で絵を描いている画家のほとんどが常に楽しく自信満々で絵を描いているわけではないと思いますが、
少なくともある程度の自信や楽しさがなければ絵を描き続けていくことは難しいんじゃないかなと思いますね。そんな結構辛い状態だったんですけど、この年2度目の個展をさせていただきます。この時の絵の大きな変化は、モデルさんを使うようになりました。リアルなものを見ながら描く大切さにやっと気づいて、モデルさんを取材してそれを見ながら描くようになりました。色を塗ることにはまだまだ自信がなかったので、こういうモノトーンとかグレーに近い色彩で描いていましたね。この辺りから背景にお花を置いてみたり、植物と人物を組み合わせてみたり、自分の描きたい世界観を追求することにチャレンジしています。この時期の作品も結構気に入っていますね。悩みながらも少し絵を楽しむ気持ちを取り戻せていました。2019年ですが、ここから闇期が始まります。2度目の個展もとても楽しく充実していたんですが、この時点でもまだ私は自分の画力に自信が持てませんでした。このまま続けていくためにもっと上手になって、もっといい絵を描けるようにならなければと、より一層自分にプレッシャーをかけていくうちに、だんだん自分は何が描きたかったのか、何がしたかったのかわからなくなっていきます。私はすごく絵の勉強がしたかったんですよね。どういう仕組みで絵が成り立っていて、こういう風にするから絵がこうなるとか、そういうことが知りたかったんですけど、なかなか自分で勉強してもよくわからなくて、自分の求めるものを教えてくれる人にも出会えませんでした。これは私の狭い経験からの個人的な雑感なんですが、日本の美術は技術的な勉強を軽視する傾向があるように感じています。大事なのは心のままに描くことだよとか、その考えが間違っているとは思わないし、それでうまく上達できる人もいるんだと思います。ただ、思うままに心のままに描いて何かうまくいかなかった時に、じゃあその壁をどうやって越えていくのかという答えがそこにはないんですね。そこには技術的なサポートが必要で、感覚と技術のバランスで絵は上手くなっていくものだと思うんですが、私はすごく頭でっかちな人間なので、最初にある程度技術とか知識とか安心感がないと好きなように描けないんですね。だから好きなように描けばいいんだよって言われると混乱してしまうんですよ。絵で悩んでいる方を見ると、私と同じような考え方の方が少なからずいるので、絵で勉強したい、技術を学びたいと思った方が、若い方でも大人になってからでも勉強がきちんとできる環境ができていくようになるといいなと思っています。だって楽しいじゃないですか。こういう風に描くから講座は面白くなるんだよとか、こういう色を使うから人にこういう風に感じさせることができるんだよとか、知ることって単純に楽しいですよね。だから、じゃあやってみよう、こういう風にしてみようって書きたくなるじゃないですか。それがなぜ頭でっかちとかそういう風になってしまうのか、私は理解できなかったです。これだけお金をかけて何年もいろんな講座に行って、絵の先生のもとにも通ったりしているのに、一向に絵がわからないとか描けないとか、そういうことで悩み続けていたということは、もちろん私の努力不足もあったと思うんですが、何か構造的な問題があるように個人的には感じています。この時期に描いた自画像なんですけど、なんか病んでる感じがしますね。
そしてある時、私は突然人物画が描けなくなってしまいます。もうね、絵が怖いっていう気持ちが爆発してしまって、描こうとすると吐き気とか涙が出たり、手が震えたり、まあ全然描けないので展示も出せないし、かなり落ち込んでいましたね。今まで絵で悩んでいたことがどんどん溜まっていって、完全に心の疲労骨折という感じでした。もちろん誰かに書かされて書いていたわけではないし、自分が展示をしたくてやっていました。だから誰かが悪いとか、この環境が悪かったからとか、そういうことを言いたいわけではないんですね。ただ自分が自分を過剰に追い詰めてしまっていたので、それが本当に良くなかったなと感じています。もう少し早く辛い気持ちのまま無理に作品を作ろうとせずに、絵の勉強に集中することができればよかったんですが、やっぱり忘れられるのが怖かったんですね。絵を見てくれる人にも画廊の人にも、それに魅力的な絵を描く人がたくさんいる中で、せっかく自分にチャンスがあったならやっぱりやりたいですよね。だけども無理やり描き続けることもできなくなってしまったので、私は作家活動から遠ざかっていくことになります。はい、そんな闇期だったんですけど、転機がありまして、東京から岩手県の遠野市に移住しました。以前から自然の近くで絵を描きたいという願望があって、この時期心が疲れていたのもあったので、思い切って移住を決意しました。移住してからも人物画は描けなかったんですが、でも何か描きたいとは思っていました。周りにたくさん自然があったので、植物画を描き始めます。ボタニカルアートに興味を持ち始めて、こういった細密な鉛筆画を描いていました。例の疫病が始まった年だったので、どこにも行けなくてずっと植物を描いてましたね。描くのが怖いという気持ちはまだまだあったんですけど、自然の中で癒されていく感じはありましたね。この年の秋に遠野で植物画の個展もさせていただきました。花の絵をのんびり描いて、心穏やかに過ごした一年でしたね。そして2021年です。これ何の絵かというと、進撃の巨人という超有名な漫画のハンジゾエというキャラクターになります。この年私はオタクになりました。急にって思った方もいらっしゃると思うんですが、もう完全に急に進撃の巨人のオタクになりました。そして生まれて初めて二次創作をやり始めます。
経緯を話すと本当に長くうざくなるので割愛しますが、それはまた二次創作メイキングの動画を作った時にでもやろうかなと思います。もう進撃が好きすぎて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 一生懸命描いてたんですけど、よく考えたら人物画が描けるようになってたんですよ。あんなに怖くて描けなかったのに、あれ描けるって思いましたね。推しができて、なんと闇期が終わりました。なんかね、田舎に来て心の余裕ができたんですね。今までこんなにハマることってなかったんですけど、急にオタクになってこれが好き、すごく好きだから描きたいっていう情熱を取り戻した時に、自分の中に積もり積もった挫折感や恐れや葛藤やそういうものを突き抜けて、また自然と絵が描けるようになりました。この年からデジタルイラストも始めました。ここからはずっと進撃の巨人の二次創作になります。YouTube でデジタルイラストの勉強をしていたんですが、私が一番お世話になったのは斉藤直樹先生です。イラスト添削とかチュートリアル動画とか、もうめちゃくちゃ勉強になって、イラストだけではなく絵画でも活かせているので、もう勝手に恩人だと思っています。皆さんご存知の方も多いと思いますが、斉藤先生すごくいいのでおすすめです。この年ですごく絵が上手になりました。たくさんの人に見てもらえてすごく自信がついたし、絵が怖いっていう壁を越えることができましたね。二次創作を始めたことで、今までずっとできなかった画力と心の成長をすることができるようになったんですね。これはこの年の後半に1枚だけ描くことができたオリジナルの水彩画です。以前からこういう動物と植物が組み合わさったイメージで描きたいと思っていたんですが、今まで自信がなくて描くことができませんでした。でもこれはすごくスムーズに描くことができたんですね。イメージを形にする力が、私の場合は二次創作のおかげですごく鍛えられました。この絵をきっかけに一次創作への情熱もまた自然と湧いてくることになります。そして2022年です。最初の方は進撃の二次創作をしていましたね。デジタルイラストもね、まだまだ未熟ですけど、だいぶ腕が上がってきました。何よりも楽しんで描いていますね。ちょっと暗い絵なんですけど、この絵がすごく気に入っています。アニメでこういうシーンがあって、それを自分なりの表現で描いてみました。こういう何か強い感情が伝わるような絵というか、エモーショナルな表現をする楽しさに目覚めていきましたね。そしてオリジナルの絵を再び描き始めます。
人物画がまた描けるようになって、今までのいろんな経験を生かして以前より明るく力強い絵になったんじゃないかなと思います。そして自分が持っている知識や経験を絵で悩んでいる方にお伝えしたり、絵の楽しさを伝えたくて、以前からやりたかった YouTube を始めることにしました。2013年に絵を描き始めて10年目になりますが、いろいろなことがあったけれど、今が絵を描いていて一番楽しいです。私が今回の動画で一番お伝えしたかったことは、挫折は決して終わりではないということなんですね。私の場合は絵だったんですが、いろんな理由で何かを挫折してしまうことってあると思うんですね。頑張ってもうまくいかないことはたくさんあります。もし今私と同じように何か自分にとって大切なことに挫折している方がいたら、無理に続けることはないし、お休みしていて構わないから、ただその大切なものを捨てないでいてほしいなと思います。私は挫折した人間だけど、それでも絵を捨てなかったんですよね。描けなくなったから、じゃあもうやめよう、諦めようとは思いませんでした。だから植物を描いたり、二次創作に出会うことができて、今絵を楽しむ自分を手に入れることができました。今辛い時期にいる方もそこで終わりじゃないですから、いつかまたやりたくなる日が来るかもしれないし、いつから始めても楽しむのに遅いということはないですからね。私もかなり年を取ってから絵を始めて、そこから挫折してまた這い上がって、かなり遠回りをしたけどちゃんと楽しくなることができました。若い方ならなおさら焦ることはないですし、ブランクがあってもいいし、絵でわからないことがあったら必ず解決策はありますから、今絵に向き合えなくても構わないから、ただ隣に置いておいてほしいなと思います。私もまだまだ自分のストーリーの途中ですし、これからもいろいろなアップダウンがあると思うんですけど、絵を描くのをやめることは一生ないです。いつか絵だけで生活していくこと、フルタイムのアーティストになることが私の目標です。 YouTube もそのきっかけになっていけばいいなと思っています。これからも幸せなアートライフを続けて、人生の終わりまで笑って絵を描いていきたいと思います。私の長い10年の成長記録にお付き合いくださりありがとうございました。皆さんは今までどんなストーリーを歩んできましたか？そしてこれからどんなストーリーを描いていきたいですか？絵を描いている人が何を考えて何に悩んでいるかを知りたいので、もしよかったらコメントであなたのストーリーを聞かせてください。これからの皆さんの幸せなストーリーを願っています。それではまたお会いしましょう。凪ひろみでした。